こんにちは、アトリエオーガストです。今回は先日購入したこのコンパクトデジタルカメラのリコーの GR3X を紹介しようと思います。これは2021年の12月に購入してから、しばらく使い込んでいるんですけれども、本当とてもいいですね。個人的にかなり気に入っているので、外に出るときは常に持ち歩いているぐらいです。で、この動画ではこのカメラの気に入っているポイントや作例などを紹介できればと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。では早速、僕がこの GR3X について気に入っているところを紹介していければと思います。まずこのカメラの特徴は何といっても小さくて軽いことですね。そもそも僕が今回コンデジを買ったのは、ストリートスナップをもっと気軽かつ気楽に撮影できるカメラが欲しいと思ったのがきっかけで購入したっていうのが一番大きな理由です。このカメラはコンパクトデジタルカメラなので、これ 262g と非常に軽くて、かつ手のひらに収まるぐらいの大きさなので、持ち出したり取り回したりするのがとても簡単です。で、これ本当にポケットに入れて持ち歩けるサイズ感なので、僕は外出するときはカバンなどを基本的には持たずに、これをポケットに突っ込んで、常に持ち歩いています。で、ストラップなども大きなものを極力つけないようにしていて、このシンプルなチープな感じのストラップをつけて、で、このように手から落ちないようにしています。GR 製品はファインダーやテレコンバーターのようなアクセサリーもいろいろと出ていて、これカスタマイズもできるんですけれども、本当にこのサイズ感を犠牲にしたくないので、そういったオプションは僕は一切つけないようにしています。で、写真が楽しくなってくると画質を追い求めがちになってしまって、気がついたら機材も増えてしまうし、出かける時の荷物も増えてしまって、身軽に出かけて気軽に写真を撮るといったことが難しくなってしまうことも多いと思うんですよね。で、そんな人はこのような小さいカメラがあると荷物も減って出かけることや、あと写真を撮るということをもっと純粋に楽しむことができるようになると思うので、この小さいサイズ感はすごく大きなメリットだと思います。2つ目のメリットは、センサーサイズが APS-C サイズと比較的大きなセンサーを搭載しているということですね。ほとんどのコンデジは1インチサイズのセンサーを使っているんですけれども、この GR3X はそれよりも一回り大きなサイズの APS-C センサーを使っています。大きなセンサーの方が光をより多く取り込めるので、より描写力の高い写真を撮ることができます。で、これは画素数も2424万画素あるので、拡大をしてみても細部まで解像度の高い写真を撮影することができます。もちろんフルサイズのカメラほどの描写力はないんですけれども、 APS-C サイズならストリートスナップを撮るには十分ですし、何よりこの大きさで APS-C センサーの一眼レフやミラーレスと同じぐらいの描写力を実現しているのは本当に魅力的なポイントだと思います。これだけサイズ感が小さくて軽くても画質を妥協してしまったら意味がないと思う人も写真好きには多いと思いますし、僕自身そう思うので、このセンサーサイズがこの大きさのボディに搭載されているのは本当にありがたいです。感覚としては一眼レフをポケットに入れて持ち歩けるようなイメージなので、普通に考えて革命的だと思います。3つ目は、電源を入れてから起動して写真を撮れるようになるまでの速度が驚くほど速いことですね。メーカーの情報だと 0.8 秒で起動するみたいなんですけれども、体感としてはもっと早く起動するように感じます。こんな感じで押したらすぐに写真撮れるようになるんですよね。で、これも GR3X を選んだ大きな理由の一つで、ストリートスナップを撮るときって本当に一瞬なので、いかにその撮りたい瞬間を逃さないかが重要なんですよね。
なので撮りたい被写体が見つかったらすぐに電源を入れてシャッターボタンを押せるのはとても助かります。で、僕これとは別にソニーのコンデジの RX100 っていう、デジタルカメラも持っているんですけれども、ソニーとか他のコンデジだとやっぱり1秒以上は電源を押してから起動までにかかりますし、それは使っていて非常にストレスだったので、その点はさすが GR だなと思いました。で、これ起動が早いだけではなくて電源オフ時もこんな感じでもちろん早いので、使い終わってしまう時も全くストレスがないですし、やっぱり撮りたい瞬間を逃す頻度が減ったのは、本当に嬉しいポイントだと思っています。GR のデジタルカメラは単焦点レンズを搭載していて、今までの GR シリーズは伝統的にフルサイズ換算で 28mm の広角レンズだったんですね。28mm の焦点距離は、画角としてはだいたい iPhone のレンズと同じぐらいの画角ですね。ただこの GR3X は 40mm の単焦点レンズを搭載していて、いわゆる標準域に近い感じの今までの GR よりは少し狭い画角のレンズです。で、個人的には 35mm から 50mm ぐらいの画角が好きで、40mm ぐらいの画角は被写体と背景をバランスよく入れた構図を撮りやすい画角かなと個人的には思うので、このレンズが搭載されたタイミングで購入しました。28mm の画角は個人的にはあまり得意ではなくて、いろんな要素を写真の中に入れられるんですけれども、個人的には風景を遠いところから撮るか、あとは被写体にめちゃくちゃ近づいて、撮るかの2択になりがちだったので、あまり写真にバリエーションが出すのが難しいなと思って今まで購入を見送っていたんですよね。で、個人的にはこれを使ってみて 40mm のレンズだと、よりクリエイティブに撮れるというか、自分のスタイル的には合ってるかなと思います。で、40mm だとテーブルフォトなんかも撮りやすい画角なので、カフェなどで料理の写真を撮る際にも、大きなカメラを取り出す必要がないので重宝しています。で、あとはズームレンズではなくて単焦点レンズというのも買った大きな理由の一つですね。そもそも僕がこれを買った理由がスナップを気軽かつ身軽に撮りたかったからなんですね。ズームレンズだと、撮影の時の選択肢の幅は広がるんですけれども、撮影する時に焦点距離を調整したりとか、余計なことを考えてしまって気軽さが失われてしまう気がしていました。で、それだとコンデジを買いたいと思った理由と矛盾してしまう気もしなくもないので、単焦点のコンデジで良かったなと思っています。あとこのレンズは F 値が 2.8 のレンズなのもメリットかなと思いますね。もちろん一眼レフカメラだと F1.8 とか 1.4 とか、それ以下のレンズもたくさんあって、より被写界深度が浅くて、ボケの大きな写真を撮ることができるんですけれども、このサイズ感で F2.8 のレンズなのは個人的には大満足です。で、個人的にはストリートスナップは F4 とか、少しだけ絞って撮影することが多いので、必ずしも F 値が小さければいいものではないと、思っています。ただやっぱり F 値が 2.8 以下のレンズだと被写体に近づいて背景をぼかしたような雰囲気のある写真も撮れますし、撮影の選択肢を増やすこともできるので、F2.8 のような小さな F 値で撮影ができるのはこのカメラの大きなメリットの一つだと思っています。GR3X はマクロ撮影もできます。マクロモードにすると最短撮影距離が 12cm なので、被写体にかなり近づいて撮影することができます。マクロモードだと被写体の表面の質感などが繊細に表現されるので、例えば屋外なら虫や植物を撮るのにも使えますし、屋内であればアクセサリーのような小さいものの物撮りをするときにも使えます。あとはテーブルフォトなどで料理を撮るときにシズル感を出して撮影をすることができるので、
カフェなどで出てきたご飯やドリンクなどを撮るのにもすごく便利です。でカフェやレストランで料理の写真を撮るときに、わざわざマクロレンズを一眼レフで出すわけにもいかないですし、大きなカメラを出すのですらちょっと周りの目を気にすると思うので、このカメラを持っているととても助かります。デザインについてなんですけれども、この無駄なものが一切なくてシンプルで主張しないデザインは GR らしくてとてもかっこいいなと思っています。真っ黒でロゴなども目立たないですし、ボタンやダイヤルなども基本的にほぼ全てが右手だけで操作できるようになっているので、割と直感的に操作することができて機能的でもあると思います。でグリップもしっかりとホールド感があって、男性でもグリップの部分にちゃんと指が引っかかって持ちやすいと思います。コンデジってオプションでグリップなどをつけないと持ち心地が悪いものが多いので、この点もすごく考えられているなと思います。で最近の他社のカメラって割とマーケットに合わせたデザインをしているプロダクトが多い印象があるんですけれども、このリコーの GR シリーズはマイナーなアップデートはあっても、あまりデザインの哲学的な部分は昔から変わっていない気がしますね。あまり時代や環境に流されたマーケティングをしていないというか、いつの時代に使ってもかっこいいなと思える普遍的なデザインだと思うので、とても気に入っています。で今までちょっとメリットばかりを紹介してきたんですけれども、僕は正直このカメラに関して不満点はあまりないです。ただ人によっては不満に思うであろうこともなくはないと思うので、ちょっと紹介しようと思います。例えば、強いて言えばバッテリー持ちがあまり良くないことはデメリットになるかなと思いますね。一つのバッテリーでこれを使って一日中撮影を続けるとかは少し難しいかなと思います。ただバッテリーの大きさが非常に小さいので、電池持ちがデジタル一眼レフなどと比べて悪いのはしょうがないことかなと思いますし、仮にバッテリー持ちを良くしてその代わりにボディのサイズが大きくなってしまったら、本末転倒なので、そこは電池持ちの良さとサイズのコンパクトさはトレードオフなのかなと思います。あとスナップ写真は諦めも重要というか、バッテリーが切れたらもう撮らないと決めて、バッテリーが持ってる間だけ撮影を全力で楽しむといった楽観的なスタンスでスナップ撮影をするのが自然な感じでストレスもなくて楽しめる方法なのかなと個人的には思っています。なので僕は今のところは予備バッテリーも買い足していないです。であとこれ若干オートフォーカスが遅い気がします。明るいところでの撮影なら問題ないんですけれども、少し暗いところだとオートフォーカスがなかなか定まらない時がありますね。この辺りも諦めが肝心というか、ストリートスナップは全部が全部思い通りの写真を撮れるわけじゃないですし、僕はピントが合わなかったら合わなかったで、それもいいんじゃないかなと思って、割と適当に考えています。最後に何枚かこの GR3X で撮影した作例を紹介できればと思いますので、参考にしてみてください。はい、そんな感じで今回はコンパクトデジタルカメラのリコーの GR3X について紹介しました。今回の動画で紹介したポイント以外にも GR3X は
イメージコントロールの種類、例えばモノクロ撮影とかフィルム風の撮影とかのバリエーションが充実してたり、あとはカメラ内でのロー現像などの機能もあるんですけれども、僕は全部パソコンで処理をするので、あまり現時点では使っていないです。でも写真の楽しみ方も広がると思うので、そういう機能を使うのはすごくいいと思いますし、僕もそのうちいろいろ機会があれば使ってみようと思っています。この GR はまだ買ってからそんなに期間も経っていないんですけれども、すでに道具として愛着が湧いてきているというか、長く使っていきたいなって思えるもののような気がすでにしています。気に入ったものは長く使っていきたいなと思うので、これからもっと使い倒して自分の体の一部になるくらいまでに、使い込んでいきたいなと思っています。はい、そんな感じで今後もライフスタイルに関する動画を幅広く発信していければと思いますので、よろしければチャンネル登録などよろしくお願いいたします。最後までありがとうございました。ではまた。